やっぱ接客中は初めて会う方ともお話ししたりとかするので、コロナはもうめちゃくちゃ自分にならないか怖いです、正直。今やってるお店がもし閉まったら、最悪生きるためだったら収入が確保できるんであれば何の仕事でもやろうとは思いますね。アスリートが自分の限界を超えて挑む姿は、私たちに大きな夢と感動を与えてくれます。2020 was supposed to be a banner year for Japan. The Olympic Games were expected to provide a $294 billion boost to the national economy. Instead, Japan is in the midst of a worsening pandemic. The Olympic Games have been postponed, and the economy has hit the lowest point in a half-decade. Few are feeling the impact of the COVID-19 recession more than Japan's service industry workers. Nationwide, bars, nightclubs, massage parlors, and hostess bars are all struggling. And it's this last one, the hostess bar, that's now at the center of both Japan's pandemic and its economic slump. These bars have been singled out as one source of Japan's still rising COVID-19 numbers. It's prompted Tokyo Governor Yuriko Koike to call a press conference and urge residents to stay away. 年代別ではですね、20代、30代の方々が、手元には210人という数字がございますので、これで計算しますと7割ということになります。Since then, several host and hostess bars have shut down, putting thousands of men and women out of work at one of the worst times to be jobless in recent history. Vice News met with Alice, a hostess at a bar in Jiyugaoka, Tokyo, to see firsthand how the pandemic has hit one of Japan's most misunderstood industries. ホステスっていうお仕事は、一応お酒を飲む場所なんですけど、女の子がお客様の席の隣について楽しく飲んだり一緒に接客したりするお仕事です。私はこの今撮影している現場っていうかお店でずっと2年間働いてたんですけど、そこのお店がちょっとコロナの影響で閉まってしまったので、毎日すごい楽しかったからなくなっちゃうの寂しいです。店長お疲れ。お疲れ様です。元気？元気ですよ。もうすごいじゃん、こうなんか空き瓶たちボトルと片付けだけで大変、こんないっぱい残ってたんでまだいやもう本当なんか2年間があっという間すぎて、もう2年って思えないまさかこうなるとはもう全然思ってもなかったからさ。あそこの席とかね。ああ、わかる。ありこの席が一番好きだった。もんね。し、なんかよくここでめちゃくちゃお客さんと飲んだり、ここの席が一番多かったかな。寂しいね、本当。寂しくなっちゃう。やっぱりそのニュースとかでもよくやってますけど、人と人との距離が近かったりとか、あとお酒を飲んでやっぱ大声になっちゃったり笑い声だったりとかカラオケだったりとかもあったので、そういうクラスターが発生しやすい場所の一つだったと思うんで、やっぱり夜の街が危ないっていう認識になって営業時間が短くなっちゃったりとか閉まっちゃうこともあったのかなと思います。その夜の街だけをこうダメだよ悪いよっていう風に報道するのはやめてほしいなって思ってます。Industry-wide, the service sector has been hit hard by the COVID recession. This is particularly true of the hostess industry, where customers of some of the ritzier establishments can pay bills upwards of $2,000 for a single night out. Host and hostess bars also represent a sizable chunk of the sector's economy. Nationwide,
there are an estimated 52,000 host and hostess bars in operation. In Tokyo alone, there are roughly 7,000 such establishments. And it's these workers who are often most at risk of both catching the COVID-19 virus and of losing their only source of income. 実は上の階に別のお店で働いてて、でもそこもやっぱり今後絶対大丈夫とかお店が繁盛するっていう確約がないので、もしそこの今働けてるお店がなくなっちゃったとしたら、もう次どうしようとかっていうのはもうなんか全然想像がつかないっていうか、怖くてちょっと考えられないです。おはようございます。おはよう。ありき帰ってきます。やっぱりコロナが起こってから、やっぱりお客様の足も結構遠のいてしまうことがすごい多かったですし、自分のお客様だけじゃなくて飛び込みでっていうか新しく来てくださるお客様とか、そういう人もやっぱり夜の街から人が結構少なくなっちゃったので、やっぱり女の子も働く時間が少なくなっちゃったりとかで影響はありました。水商売はやっぱり特殊なお仕事だと思ってるので、その給付金とかいただけないのはしょうがないのかなと思ってます。やばい、お客さんが来なさすぎて。なんかしかもあれじゃない？なんかさ、すごいお店に呼びたい気持ちはあるけどさ、なんか家庭持ってる人とかさ、なんかすごい呼びづらくない？確かに。対策はさやってるけど、なんかちょっと申し訳ない気持ちになる、来てほしいけど、あっちはなんか、コロナなのにみたいな人もいるからね、難しい。どう捉えられるかわからないから、夜のお店がねすごい閉まってるしね、そうなんだよね。お仕事できてるだけありがたいけど、しばらくはちょっと自粛じゃないけど無職、給料下がりましたけど、そういう美容とかメンテナンスにかかる費用は変わらないので、コスト的にはちょっと厳しいところがありますけど、そこはなんとかやりくりしたりとか、あとはネイルサロンとかちょっと安いところに変えてみたりとか、ちょっと試行錯誤はしてます。確かに。音楽関係以外だったらどうするの？何やるの？お嫁さんすごい、その方が難しいわお客様もやっぱり外に出歩かなくなりましたし、女の子のお給料もかかりますし、家賃もかかってますし、そういう面でちょっと厳しいなっていう判断で、今やってるお店がもし閉まったら、もしかしたら全然違う職業をやるかもしれないですけど、最悪生きるためだったら収入が確保できるんであれば何の仕事でもやろうとは思いますね。やっぱりいろんな周りの夜のお店も、短縮したりとか、もちろん対策は万全にしてるんですけど、結構潰れちゃうお店だったり、やっぱり周りではその風俗の方に行っちゃったりとか、パパ活始めましたとか、本当にみんなお金に困ってそういう動きがだんだん始まってるのかなって思います。Women like Alice are now forced to balance their economic well-being with their own health during the pandemic. 今日の会合では夜の街の感染予防対策が話し合われ、 On July 8, as the rate of new infections surged for a second time, 74 out of the 224 new cases in Tokyo were men and women working in host and hostess bars. The Tokyo city government is now testing the employees of hundreds of these bars for COVID-19. But the hostesses themselves say that the realities of the job make efforts like social distancing and wearing a mask next to impossible. 最近はしょうがないですね女の子も大変そうですね。でも変な感じですよね。ドレス着たままマスクしてるっていうのが。
せっかくキャバクラで女の子見に来てるのにざわちんみたいになっちゃうからちょっと漏れるかもお客様でもいろんな方いらっしゃいますね。不動産の方とか普通のサラリーマンの方もいらっしゃいますし、あと経営者の方とか、あと地主さんとかもいらっしゃいます。コロナはもうめちゃくちゃ自分にならないが怖いです。正直めっちゃ怖いやっぱりその仕事なのであれなんですけど、やっぱ接客中は初めて会う方ともお話ししたりとかするので、そこは本当に正直自分の気持ちで言ったらめちゃくちゃ怖いです。お客様多分酔っ払ってきたらもうマスク外しなよみたいになるんですよ。ルーズな感じには結構多分なる。大丈夫。徹底してカラオケとかって歌えるんですか？カラオケも今自粛してます前は歌えたんですけど、そうなんですよ。飛ぶから水商売のビジネスはそうですね、これからどうなるか本当に見当つかないですけど、でも自分の本心で言ったら続くとは思うんですけど、やっぱ形態が変わっていくと思います。もっとなんだろう、ネット社会なんでそっちの方に流れていったりだとか、ちょっと形を変えつつ水商売業界もどうにかこうにか多分頑張ると思うので、でも残っていくとは思います。やっぱりその自分はこの仕事がすごい好きなので、もちろんそのお店自体もこういうキャバクラとかホステスさんのお仕事も必要な仕事だと思ってるので、なくなってほしくはないなって思ってるんですけど、もしそれがなんかこうダメとかコロナの影響でなくなっちゃったとしたら、ちょっとしばらくだいぶ考えちゃうかもしれないです。これあんま言わない方がいいのかな。向いてないことってやるべきじゃないと思うので、でもそれでも生活に困ったらやらなきゃいけないかもしれないですけど、やっぱり何かしらで自分の得意分野とか活かせるような仕事に就くかなって思います。キャバクラで学んだことを活かしながら。今例えばなんでしょうなんだろうでもキャバクラがあってほしいなって思うから。